こんにちは、新藤きみこです。今日は下草の手入れを、しようと思っているので、その様子を撮影したいと思っています。はい。下草のいいところはまずすごく丈夫だということですよね。水ぐらいやっとけば肥料もほとんど必要なくて、置き場所もそんな日宿り必要ないというか、半日陰とか、日陰で育つものもねありますから、そういうニッチなところで育てることができるというのもいいところだと思います。あとは本当にいろんな種類があって、花が咲く時期とか実がちょっとなるやつとかですね、あったりとかして、見頃の季節も結構いろいろあるので、木と合わせて飾った時に、季節感がプラスされてとても役に立つ名脇役的な、存在かなというのもあります。夏はねこういう紅千鳥じゃないや、ちごささじゃなくてこういうやつ紅ちがやかこういうのこう風にそよそよして涼しげだし、この多肉なんかも詰めて作るとちょっと面白くなりますし、こういうつるみたいになるのもちょっと流れが出て面白いですし、合わせる草によって表現したいものなんかも変わってくるので、いろいろ持ってるといいかななんて思っています。はい。盆栽で使う下草を選ぶポイントっていうのは、やっぱりちっちゃく、持ち込みやすいかなとか、そういう将来性を、見ながら買ったらいいかなと思うんですけど、最初大きくても鉢で持ち込むとですね、ちっちゃくなるものも結構たくさんあります。例えばこのシマツルボっていうちょっと球根がねしっかりある葉っぱがしましまになる、植物草なんですけど、花は紫色の、可愛い花がねたくさんつくんです、なりに。こういうのは、もっと草丈長くなったりとかするんですね。これでこの鉢で3年ぐらい入れてるやつなんですけど、こっちは6年ぐらいですね。これの3倍ぐらいこの鉢に入ったままで、水もちょっと置き場所が悪かったのか良かったのかなんですが、ほとんどやってないんですね。そうするとこの同じ草でも草丈は半分の1じゃないよ2分の1にぐらいに収まってちっちゃくなります。大きくした方が姿が似合うものもありますからね、何でもかんでもちっちゃくすればいいっていうわけではないと思うんですけど、ミニ盆栽とか商品盆栽とか好きな方は木もそんなに大きくないですから、やっぱ添える草もですね小さくしないとサイズ感が合わないと思うんですけど、私の場合は飾る草の大きさはやっぱこのくらいの鉢に入るものかなが、合わせやすいですね。これとかこれとか、もっとちっちゃくてもいいですね。こういうのに入れちゃっても木にはねサイズ的にはちょうどよくって、一番いいのはですね最初から小さい観賞鉢に入れてそれを持ち込むっていうのがね良いと思います。ただそういう観賞鉢持ってないとか、その飾る時に鉢替えしたいなとか、そういう方はですね、何でもいいので、こういうコーヒーフレッシュとかそういうちっちゃなポットでいいので、ちっちゃい容器に入れて育てていると、いざ飾ろうとする時にこういう鉢に入れようとする時に無理なく植え替えられる、そういうつもりで育ててると草も良くなってるし、鉢合わせ鉢替えも簡単かなと、思いますね。今日は何をするってことはないんですけど、私の日常の草の手入れなんかをですねちょっと、ついでにもう鉢に入れちゃおうかなっていうのもあるので、それをちょっとやろうかなと思います。夏の手入れはやっぱ雑草取りですね。こういう豆ツタですけど、ちょっとこの辺苔がちょっと傷んで腐ってるところとか、葉っぱが枯れてるものなんかありますから、苔が腫れすぎてるところはちょっと掃除をして蒸れないように、草は丈夫ですけど、やっぱ入れてる鉢が小さい分、鉢穴も小さいですから、
やっぱこう蒸れやすいんですよね。だからこう夏なんかは苔が生えてると余計に蒸れて丈夫なんですけど根腐れしてですね枯れちゃうこともよくありますから、こまめに掃除をしてあげるというのは大事なことかなと思います。これは屋久島雪の下、それと黄金シダが苔ですねが生えてる、ちょっとこぼれてきていい感じに持ち込めてきてるんですけど、飛び込んできた雑草なんかも、小さいうちはいいですけど、どんどんね勢力を上げてワシャワシャになってくるんで、こういうのは気がついたら抜くと切れちゃったな。で雪の下結構夏に枯らしちゃうこともあると思うんですけど、そんなにね暑いの苦手なわけじゃなくて、やっぱこれも蒸れですね。蒸れが苦手なんで、夏は少し水は辛めにした方がいいかなと思います。それでちょっと木の影、他の鉢の影とかですね、そういう直射日光の当たらないところに置いてれば別に多少暑くても平気ですね。で黄金シダもこのままだとどんどん大きくなってきちゃうんで目摘みをするといいですね。目摘み、こうやって葉っぱの分かれ道ぐらいのところでちょっとカットしてあげる。そうすると葉がさらに細かくなって広がってきますんで、こんな感じでちょっとねカットしてあげると良いですね。これは爪レンゲですね。ずっと倒れてたんでちょっと向きが向こう向きになってるんですけど、時々ありますよね。ちょっと倒して作って飾る時に流すようにするとか、そういう場合はあるんですけど、これは私がただほっぽっとっただけなんで自慢できるものではないんですけど、こういうものがあります。爪レンゲも多肉なんで、もう水はほとんどいらずに、意識して水あげたことないですね。多分こぼれ水っていうかおこぼれの水で、生きてるようなもので、それでも十分元気なんで、この状態、秋になるともっと赤く紅葉するんで、こういう青系の鉢にこうやって詰めで植えてもいいかなと思いますね。でこれはキリンソウかな、そういうやつです。これはねボコボコ、この根元のところが結構ボコボコになってぎゅうぎゅうに締まってくるいいやつなんですけど、脇の方にちっちゃい芽ももうできてきてるんで、こういうのはですねもうカットして大丈夫です。思い切ってこれカットしちゃって、そうするとこの辺からニョキニョキ出てきますんで、これはこれで良い。でこれも挿し木したらしばらく何年かしたらまたこういうボッコボコになってくるので、これはまた使えるかなと、無限増殖ですね。でこれは保湿釣りっていう最近近くの盆栽屋さんで買ったんですけど、昔はすごい高値で取引されていた下草らしいんですけど、締めて作るとこれがもっと小さくなって、これがツルツルツルってつながったようなつるになって下がってくるから保湿釣りっていうそうです。このくらいずつ割っていこうかな。今日は株分けをやってみました。保湿釣りですね。1個買ったら7個になって、お買い得
ですね。草は安くて楽しめていいと思います。今日の作業は以上です。